ひよっこパイロットが撃墜王を目指すモッキーのエースパイロットを見ていただき誠にありがとうございます。今回の DCS ワールド P47 サンダーボルトはエンジンの始動手順を説明したいと思います。キーボードのキーやマウスまたはフライトスティック X56 ホータスを使った例も合わせて紹介していきます。普通のゲームのようにボタン一つでエンジンはかかりません。マニュアルだと30ほどの手順を踏まないといけないんですが、今回は最低限の手順でエンジンを始動したいと思います。エンジン始動とともに機体が前に進んでしまうためパーキングブレーキをかけます。パーキングブレーキのキーは左コントロールと左オルトと W を同時に押します。ただしつま先ブレーキが W なので W キーが2つ重なります。そのためキーボードだけでは少し操作が難しくなります。最初にパーキングブレーキをマウスで少し引き出しながら W キーのつま先ブレーキを押す方法が一番簡単だと思います。順番はまずパーキングブレーキをマウスで操作し、その後 W キーを押す、そして W キーを離してからパーキングブレーキを離します。同じ動作をフライトスティックで行ってみます。キーの割り当ては独自で行ったもので、設定の仕方はフライトスティックロジクール X56 ホータスのレビューを見てください。まずモードボタン S1 の地上操作モードにします。そしてスロットル側の G プッシュでパーキングブレーキをかけます。フライトスティック側の H2 上ボタンを押して、そして離してから G プッシュを離します。燃料セレクターバルブハンドルをメインにします。キーボードでは T、X56 では S1 ボタンに設定してあります。発電機スイッチをオンにして一度電力を供給します。キーボードでは V、X56 では SW2 ボタンに設定しています。バッテリースイッチをオンにします。キーボードでは B、X56 では S3 ボタンに設定してあります。エンジンをプライミングします。最初にグライマーハンドルを反時計回りに回してロックを解除します。キーボードでは右シフトキーを押しながらインサートキーを、X56 では E ボタンに設定しています。燃料を燃料室に送り込むため3回ほど燃料プライミングポンプをインサートボタンでプライミングします。X56 では SLD ボタンに設定しています。プライミングが終わったらプライマーハンドルをロック位置に戻します。マグネットイグニッションセレクタースイッチを設定します。キーボードでは左シフトキーを押しながらエンドキーを、また X56 では TGL4 アップに設定します。そして両方のマグネットを示す坊主の位置まで進めます。混合機ミクスチャーレバーをオートリッチの位置に設定します。キーボードでは左オルトと左シフトと M キーを同時に押します。X56 ではロータリー3に設定してあります。合わせてスロットルも少し上げていきます。それではそろそろエンジンを始動したいと思います。まずはスタータースイッチを上にエンゲージまでフリックしてからオフに戻します。これはスターターを定着させます。キーボードではホームキー、X56 では SW5 に設定しています。スタータースイッチを5秒間下の位置のエナジャイズにしてスイッチを押したままにします。これによりスターターの完成フライホイールがクランクアップします。キーボードは右シフトキーとホームキーを同時に押します。X56 では SW6 に設定しています。最後に再びスタータースイッチを上に押してエンゲージ位置にします。これによりフライホイールのエネルギーが
エンジンに伝達されます。エンジンが始動するまでエンゲージの位置のままにします。次回は飛行機が滑走路に向かうタキシングと、いよいよ大空へのテイクオフを行いたいと思います。また不定期ながらコンテンツを順次増やしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただき誠にありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。